G アイドルミンには超がつくほどお金持ち。実家には湖や100年前の武器や絵画。お嬢様すぎるミンにだけど価値観は意外にも。本物のお金持ちってどんな生活なのかちょっとだけ覗いてみた。先月29日にセカンドフルアルバム2で鮮やかなカムバックを果たした G アイドル。リーダーのソヨンが明かした新曲の制作費がとんでもびっくり金額でウギも仰天していた件についてはこちらでご紹介しております。そんな G アイドルのメンバーミンには K-POP アイドルの中でもトップクラスのお金持ちとして知られています。タイ出身のミンには単にお金持ちであるだけでなく実家の血筋も超一流。なんとミンにはタイ王室の隕石にあたります。ミンニの叔母がタイにあったランナー王国の最後の王のひ孫。さらに父は銀行の副会長。叔父はピアニストで大型高級リゾートホテルの社長も務めており、ミンには紛れもないお嬢様だということがわかります。今回はそんなミンニのお嬢様エピソードや実家の逸話についてご紹介していきます。早速見ていきましょう。昨年5月22日、パク・ミョンスのラジオショーにウギ、ミヨンと共に出演したミンニ。そのお金持ちっぷりがわかる実家のエピソードを明かしました。まずはウギがタイにあるミンニの実家に遊びに行った際のエピソード。なんとウギはそのあまりの広さに迷子になりかけたそう。車も何台もあったと語るウギに対してミンニは大家族だからと説明しました。番組後半 MC のパク・ミョンスからマイバッグにもお金に関する歌唱パートがあることを指摘されたミンニ。自身のパート、私は生まれた時からお金に興味がないのというパートを歌うと、実はお金が多いですと実家がお金持ちであることを認めました。このパートをミンニに振り分けたソヨンにもセンスを感じます。またミンニの実家には高い価値を持つ骨董品があるそうで、祖父が趣味で集めた100年前の武器や絵画などが飾られていると明かしました。さらにミンニはこれに関し、数年前に泥棒が入って100年前の武器が盗まれたと語りメンバーたちを驚かせました。さらにパク・ミョンスから実家の面積について質問されたミンニ。わからないと回答したミンニに対し、パク・ミョンスは広すぎて今でも測っているんじゃないかとスタジオの笑いを誘いました。またお金持ちの家の定番であるプールの有無について聞かれたミンニは、プールはないです。でも小さな湖がありますと告白。プールよりも実家に湖がある方がすごい気がするんだけど私の感覚合ってる。すごすぎてもはやイメージが湧かないミンニの実家の逸話。しかしミンニが Vlog でタイに帰省した際に実際に実家の中を紹介してくれました。すごい。家の中には見るからに高価そうな家具や骨董品がたくさん。さらにリビングにあるグランドピアノを演奏してその腕前を披露したミンニ。飼い犬のパンダと見事なセッションを見せてくれました。もうお家がほぼお城で音楽を動物とたしなむなんてもう本物のプリンセスやん。というか犬なのにパンダ。そんな生まれながらのお金持ちでリアルプリンセスのミンニですが、ファンに対するプレゼントが太っ腹すぎると話題になりました。それは G アイドルが代表曲「ヌード」を収録したフィフスミニアルバム「ILOVE」でカムバックした際の出来事。カムバック活動の一環として韓国に人気音楽番組「M カウントダウン」に出演した G アイドル。なんとその収録の観覧に来たファンにミンからプレゼントが。ミンニがファンにプレゼントしたのは自身がアンバサダーを務める MAC のリップスティック。しかも1本およそ4000円もする高価なもので、それを観覧にやってきたファン全員に送ったそうです。ミンニ太っ腹すぎ。推しを見に来てさらに推しからデタコスをもらえる世界線なに。またショッピングバッグにはキム・メンニがおごるよ。ネバーランド・アイ・ラブとミンニからのコメントが記されており、プレゼントのレベルの高さで業界を仰天させました。ファンに太っ腹なプレゼントを送ったミンニですが、タイ出身で仲が良いブラックピンクリサにも驚きのプレゼントを送っていた。それはブラックピンクがボーンピンクのワールドツアーを行った際のこと。ツアーの皮切りとなったソウル公演には、ブラックピンクのメンバーたちと親交のあるアイドルや有名人が集まりました。リサの元に駆けつけたミンニは、同じくタイ出身の元 CLC ソンと共にリサを激励しました。話題を呼んだのは2人がリサに送った首飾りのプレゼント。
なんとその首飾りは大量の1万ウォン札からできていたのです。ミンニのインスタグラムでは現金首飾りを送る様子がアップされており、受け取ったリサは何これと爆笑。実はこの首飾り、タイのお祝いのシーンでは定番のプレゼントだそうですが、いきなりこんなものを渡されたら笑ってまう。お金持ちで驚くべき家系に生まれたミンニですが、お金の価値観は意外と素朴だとか。昨年5月27日に公開された YouTube バラエティご近所スター K3 に出演したミンニ、ミヨン、ウギ。この回では3人がいろいろなジャンルのクイズに挑戦しました。タイのリッチガール、ミンニは〇〇をするというお題で空欄を埋めるという問題が出題。この問題に対してミヨンは即座に、タイのリッチガール、ミンニはいつもメンバーと割り勘にする、と回答。メンバー同士で出かけるときは必ず割り勘で支払っていると明かしました。しかしこれを聞いたミンニは、私がおごることもある、と猛抗議。ミヨンはさらにミンニはただ割り勘にするだけではなく、1円単位できっちり割り勘にすると続けました。その後ミヨンはお金持ちの人ほど倹約家で浪費せず、賢くお金を使うと語り、しっかり割り勘にすることは良い習慣だとミンニをフォロー。お嬢のミンニですが意外にも素朴な価値観があるの助かる。そんなところも押せます。数々のお金持ちエピソードを持つミンニ。しかしお金だけではなく、その人脈も桁違い。ミンニ初1日に YouTube で公開されたチョヒョナの木曜日の夜にゲスト出演。番組内で MC のチョヒョナが、ミンニは最近タイで開かれたコンサートで80人もの友人を呼んだらしい。と衝撃の事実を明かしました。どうやって80人に連絡したのかと聞かれたミンニは、20人の親しい友人と家族を招待しました。と回答。20人の友人。と驚くヒョナに、ミンニは幼い頃から仲が良いグループがあると説明。しかしそれでも20人で集まろうと言っても全員集まるかなと疑問を抱くヒョナ。これに対して、たまに1人や2人は来れないけど、本当に集まります。とミンニ割り季節。ミンニ曰くグループで約束をする際は数ヶ月前に決めておかなければならないと言うけど、にしてもすごい。またヒョナは自分がコンサートをするときに呼ぶ最大の人数が20人くらいだと語り、改めて80人もの人数を呼んだミンニに驚く様子を見せました。ファンの反応は、ミンニ様すごい、お金持ちの規模が違う。本物のお嬢様だけど本当にミンニのお嬢様感すごいな。ミンニバクお金持ちなのは知ってたけど王族なの知らなかったやばすぎ。顔も可愛いしガチの金持ちで歌もダンスもできてスタイルもいいのやばば。ミンニの実家タイで上位 1% の貴族なのほんまに草。漫画の金持ちキャラみたいな設定ですごい。ミンニの実家でバイオ法できそう。ミンニがタイのお姫様ってすごいイメージに合ってて好き。リアル大富豪のお嬢様ミンニちゃんがマイバッグで生まれつきだくさんのお金興味ないわって歌ってんのやばすぎて震えた。皆さんはどのエピソードが一番驚きましたか？これからも私学ではプリンセスミンニを愛していきたいと思います。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。